大阪で仕事を終えたその足で名古屋に住む家族の家に1泊。翌朝6時前に出発し、静岡のキャンプ場を目指しました。今回の目的は富士山を眺めながらキャンプするという夫婦の小さな夢を叶えること。道中立ち寄った富士川サービスエリア、ここから見える富士山を楽しみにしていたんですが、見えません。空は一面の雲。今日は富士山見えないかもとちょっと諦めかけていました。おー、めっちゃ見えるやん。やっと富士山が見えたこの瞬間、思わず声が出ました。見えるのと見えないのとではテンションがまるで違います。一気に気分が上がってキャンプ場への期待もどんどん膨らみます。そしてちょうどアーリーチェックインが始まる9時にキャンプ場の受付に到着しました。それでは簡単にキャンプ場の概要をご紹介します。チェックイン11時半から15時、チェックアウト翌朝11時。アーリーチェックインやレイトチェックアウトは前日の利用状況によって可能かどうかが変わるため、事前に電話で確認が必要とのことです。利用料金は表記の通りです。私たちは大人2人、車1台、2泊3日、アーリーチェックインを利用して合計1万8000円でした。管理棟では飲み物や酒、ガス缶、薪などの販売もありました。キャンプ場には3つのサイトがあります。 AC 電源は第1サイトのうち9区画に設置されていて、利用料金は1区画1000円です。今回私たちは富士山ビューが魅力の第2のフリーサイトを利用しました。ゴミ袋は1セット500円。ゴミは管理棟で引き取っていただきました。第2サイトの炊事場にはお湯が出る蛇口が3つも設置されていました。広々としていて清潔感があり使いやすかったです。トイレは男女別で全個室にウォシュレット付き、掃除も行き届いていてとても綺麗でした。なお排捨て場とその洗い場は炊事棟の裏手にあります。管理棟のすぐ横に24時間利用可能なシャワー室がありました。1回500円で男女それぞれ1ブースずつあり、ドライヤーも完備されていました。スタッフの方々は丁寧で親切、設備も清潔に保たれていてとても快適に過ごせました。それではチェックインを終えたので早速第2サイトにテントを張っていきます。うわー、すごいな。場内は撤収中の方が2組。富士山がよく見える特等席が開くまでの間、場内を散策したり車の中でゆっくり待たせてもらいました。天日シェルターを張るのは今回で3回目。設営の流れにもだいぶ慣れてきました。ポールの本数が少なく、構造もシンプルなので、初心者さんでも扱いやすいテントだと思います。風が強くなければ20分以内で設営できるくらいの手軽さです。ネットでは、このサイトは地面が硬くて単造ペグでも大変という声も見かけたので少し構えていたんですが、実際に張った場所では特に苦労することもなくスムーズに設営できました。ちなみに我が家は天日シェルター付属のペグは使わず、ずっとエリズテステークとソリッドステークを愛用しています。設営が終わったので、これから車で20分くらい走って富士宮駅方面へ食材の買い出しに行ってきます。Google マップで気になっていた地元のスーパーに立ち寄ってみました。キャンパーはもちろん地元の方でも賑わっていて、店内にはすぐ食べられるお惣菜やバーベキュー向けの食材が豊富に揃っていました。旅先での買い出しにぴったりのスーパーです。スーパー荻野さんから車で3分ほどのところにあるチキンハウス青木養鶏場さんに立ち寄りました。ここでは普段なかなか出会えない希少な部位が手に入る上、店員さんが丁寧に説明や調理のアドバイスまでしてくださり、楽しく良い買い物ができました。さて、富士山見ながらのランチです。チキンハウス
青木養鶏場さんで買ってきました。富士の鶏唐揚げ、富士の鶏卵コロッケ。こっちはスーパーで買ったドライカレーです。もうお昼からバドワイザーいただいちゃいます。はい、じゃあ富士山に乾杯。ほら。うまい。うまい。すげえな。多分ここのピクッてなってるところが天画面が一番高いところ。今日4月29日の富士宮市、21度から24度ぐらい。で、ここが標高700メートルぐらいなので、1000メートル上がると気温は6度下がると一般的に言われてますので、まずここが富士宮市より標高700メートルぐらい上がってるんで、4度、5度ぐらい低いんですかね。20度、19度ぐらい。で、富士山が3776メートルなんで、ざっくり計算すると22度前後ぐらい、ここより低いことになるんですよ。ってことはやっぱり氷点下前後の気温なんですかね、富士山は。だからあんなに雪が残ってるんでしょうね。第2サイトからシャワールームのある管理棟まで教えていただいた近道を通ってシャワーを浴びに行きたいと思います。ではシャワー行きます。シャワーいただきました。快適なお風呂でした。シャワー戻って歌ぎ始めましょうかね。スーパー大木のちょっと安くなってたんで30%引きで買いました。ご当地藤山ビールいただいてみたいと思います。1リットル中100ミリリットルぐらい泡にかかってるかもしれません。じゃあ飲んでみましょう。はい、富士山に乾杯。乾杯。酸味がかなり強い。なるほど。それでは静岡県産生しらす。年取ってから生しらす好きになったんですよね。これは絶対ビールに合う。生姜をこれかな、山梨で仕込みました。こちらでいきます。 OK。 今日の1品目、静岡県産生しらすです。いただきます。うまい。うまい。妻も苦手な生しらす、静岡県産はいけるそうです。めちゃくちゃ美味しい。初めて食べれるって思った。そうね、いつも食べへんもんね。よかった。青木養鶏場さんでしたかね。から買ってきました。これ富士の鳥、これすごいですよ。これを焼いていきたいと思います。これ千幾串っていう、これ初めて僕見たんで、ちょっとこれをまず焼こうか。これが確かハラミかな。ハラミにこんな感じでいきましょうか。邪魔しました。タレではなく塩コショウがおすすめということだったので買ってみました。初めて聞いたんですけど、さえずり串っていうらしいです。これものせてみましょう。熱っ。富士山を眺めながらそろそろ焼き上がった焼き鳥をいただいてみたいと思いますね。富士山の地ビールいただきましたんで、次はフランスのカベルネ。こういうマークついてるの大概ね美味しいんですよね。なんか賞をもらってるとかっていう証なんではないかと思います。あと1分で仕上がるそうです。さえずり串っていうのがいけそうなんで、人生初めてのさえずり串。うわ、なんなんやろ、こんな感じです。いただきます。うまっ。なんて言ったらいいんやろ。うわ、軟骨みたい。なんやろこれ。美味しい。塩コショウでいただくハラミ、うまいな。次はですね、千幾串。柔らかいらしいです。ちょっと食べてみますね。いただきます。初めての千幾串。
肝に近いですね、味は。肝感が結構ある。次はですね、ホルモン串。僕鶏のホルモンもね好きなんですよね。王道のネギマオ。朝来た時より雪溶けてる気するもんな。そうなの？もっと白かった気がする。塩で焼いたホルモン串ちょっといただいてみます。なんか皮っぽい香りがする。なんかもっとホルモンしてるかと思ったらそこまでホルモンしてない。あっさりしてる。はい、締めは妻が食べたいと言っていたマルモさんの富士宮焼きそばを今から作っていきます。これはね、麺とソースと肉かす、あと削り粉がセットになってます。で、もうお肉は買ってないので、こちらの肉かす、これをちょっと別で購入しました。それでは富士宮焼きそば作っていきます。ペッペネーメッペーメッ。オイソースを2つ濃い味好きなんで買いました。ソース2つ追加で。結構15ミリか。まあ何でも使えるけど、追い肉かす買っちゃったけど、この追い肉かすは50でしょ。 50g だっけ。多分これ結構油出ると思うねんな。出ると思う。まあせっかくやからもうちょっと足そうか。せっかくやから50g ぐらいは入ったんちゃうかな。肉かすの油のみで今いっております。この油で十分美味しく富士宮焼きそばできると思います。もうめちゃくちゃいい匂いしてる。日本酒がねあったら一番良かったんですけど、日本酒がないんで水入れます。麺も柔らかくなってきましたんで、マルモさんの焼きそばソース投入します。濃い味が好きなんやけど、とりあえず2個じゃ足らんかな。もう3つ目いきなり、直感で、オイソ関ース。西人の直感で3ついきます。でちょっと確認のためにちょっとだけ一口おいしい。そう。はい、焼くとくですね。OK、じゃあ仕上げに削り粉いきますか。とりあえず1袋。いやーもうこれは入れれば入れるほど美味しい。火止めますね、もう。もう火止めて余熱で。おー、富士宮焼きそばですね。1個で十分ちゃうかな。いやもうこんなん入れれば入れるほど美味しいよ。完成です。めちゃくちゃいい匂いする。ちょっとすいません、はい、妻が取ってこられてますけど食べいただいています。おいしい。うまい。焼きそば人生一番美味しいかもしれない。そんなに？妻が言う通りこれ削り粉かけるだけかけた方が美味しいです。絶対そうよ、そりゃそうよ。めちゃくちゃいい匂い。うまい。こんな風に富士山の絶景と静岡グルメをたっぷり堪能した1日目でした。そして迎えた2日目の朝日を浴びた富士山の絶景に感動のひととき。静岡グルメをたっぷり堪能しつつ、浅間大社の散策や SNS で話題の酒蔵にも足を運びました。次回の旅の続きでもお会いできたら嬉しいです。もし動画を楽しんでいただけたらグッドボタンやチャンネル登録をしていただけますと励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。